今回の産業まとめ。キムチの中国語訳はこれを使え。度重なる問題への対応。韓国の食べ物を広めるよ。韓国文化体育観光部は、私たちの食べ物の正しい外国語表記は、という表記指針を発表。これによると、キムチの中国語訳は、新地一とし、最近中国が主張している法裁を削除するようにとしています。これは、発音的にキムチに似ていることと、辛くて珍しいという意味でもあるためと説明しています。また、韓国のキムチと中国の法裁を明確にする取り組みの一環で、資料には2つの違いの比較表が示されています。最近ではコンビニのキムチおにぎりの原材料中国語表記や、BTS がキムチ作りをした際の字幕などが、法裁と表記されて問題となっていました。国内の大手オンライン辞書もキムチを中国語訳すると、法裁が出てくることが報告され、大きな社会問題となっていたようです。今回の訓令は国や地方自治体の広報資料などが対象で、民間に強制するものではないということです。また、韓国の血で固めたソーセージであるスンデについては、ブラッドソーセージと訳すと嫌悪感を与える恐れがあるため、そのまま、スンデとするそうです。同様に血を固めたソンジも現在ではブラッドケーキやブラッドプディングという訳なので、これもそのままソンジと表記するそうです。中国に対しては、今年と来年の韓中文化交流の年を記念して、議論と交流を活発化させていくとしています。編集書簡。今回の概要。キムチってそもそもは、あれは唐辛子白菜キムチ。いつも韓国がやっていたこと。中国の毎度の横暴なやり方も問題だけど、韓国も韓国。両方とも相変わらず疲れる相手ですね。中国が商標をパクったりというのはいつものことなので予防策や対抗策が必要なのは言うまでもありません。ただちょっとこのキムチと法裁の戦いはやや不毛な側面があることも事実。というよりもキムチが何を指しているのかがすでに曖昧。私の知る限り、キムチというのは漬物の総称であって、現在認識されているキムチはいわば唐辛子白菜キムチといったところ。一方で中国の法裁も同様に漬物の総称。なので日本語ではどちらも漬物でしかないというわけですね。日本でも朝鮮漬けと呼ばれるものがあるそうで、これも地方によって色々あって明確な定義はないそうです。呼び名が同じだけで地方ごとにいつの時代に伝わったかや材料などもまちまちだそうで。じゃあこれはキムチなのかというと、広い意味ではキムチだし、狭い意味ではキムチではないといったところ。実際にキムチの定義を狂わせたのは韓国政府で、2001年にコデックス、国際食品規格委員会に搭載したことと思われます。この数十年で唐辛子白菜キムチが国内で大流行し、韓国の国民食となったことでこれをいわゆるキムチだと国際的に定義したわけですね。言うなれば日本式のカレーをカレーとして定義したみたいな感じ。カレーの場合はインドでは煮物の総称らしくて、何かしらを煮込めば全部カレー。日本のよりもはるかに定義の範囲が広いです。今回の一件をカレーで例えるなら、インドのカレーは煮込みなので、日本のカレーはインドのカレーの一部ですと反論したような状況ということだと思います。なのでインドに行けば、ただの煮物なので多種多様なカレーがありますよね。こんなものを争っても仕方がない。けれども韓国にも中国にもわけのわからないプライドがあり、これが不毛なぶつかり合いになっているというわけですね。韓国だからなのか、相手が中国だからこんな騒ぎになったか、どっちがどっちなのかはわかりませんが。いや、単純にどっちもか。というか、韓国も言いがかりをつけるのは得意だけどね。特に日本に対しては。それを中国が似たようなことをやり始めると、不当であると断罪。その姿を見て自分たちがいかにおかしなことをしていたか恥じてほしいです。あ、そんな反省するわけもないか。自分たちは常に正しい、ですからね。面倒ですね。個人的にはキムチの中国語訳が法裁でも問題ないと思うんですけどね。所詮あれって漬物としか言ってないわけだから。反応が過剰ですよ。まあ、そうやってやたらと騒ぐのが韓国ならではってところですね。中国もやり方が汚いのですが、韓国は国民が納得いかないと騒ぐのでわざわざ信号を作ったわけなんですけれどもね。これを作るのに専門家を総動員して考え出したとかって、暇だね。
そしてこれから各所に押し付けるというわけですけれども、中国側は決して受け入れないでしょうね。というか無視するでしょう。そもそも中国語じゃないし。それをどこまで中国側にねじ込めるかは韓国政府の腕の見せ所といったところでしょう。もう無理だと思うけど。ちなみにキムチはすでに中国で朝鮮包菜とか韓国包菜とか呼ばれてるんでしたよね。それでいいんじゃないの？何をそんなに必死になってるんだか。中国の言う、キムチの起源は包菜、というのもかなり強引だと思いますね。なんでも中国が起源なの？と思っちゃうよ。世界中に各種の漬物があることを考えるとね、各地域で自然的に発生していてもおかしくないし、仮に中国の主張が正しくても知ったことかって感じ。中国も今更キムチをパクろうとしてももはや手遅れだと思うんだよね。大体一般の中国人も朝鮮のものって思ってるんだし。双方がこんなのに時間とお金をかけてごちゃごちゃやってるのがあまりにも不毛に思えるけど、いいのかな。日本は関係ないし。まだやってるんだねこれ。暇なのかな？韓国政府は必死なんだよ。ある意味中国の作戦が成功して、韓国国内でも包菜が浸透しちゃったからね。あれじゃない？ネットで騒ぐから認知度上がっちゃったんじゃない？まさにその通りだね。ほんの1年前とか、包菜なんて言葉誰も知らなかったのに、今じゃあほとんどの韓国人が認知してるだろうよ。ネットとかメディアが騒ぎすぎたからかな。お粗末様だね。皮肉なことだね。みんなが知らんぷりしてたら今も問題にもなってなかっただろうね。今までキムチってなんて訳してたの？キムチじゃなかったの？なんか、キムチって発音がないらしいんだよね。だから韓国側で新しい呼び名をつける時も苦労したみたいよ。え？そうなの？じゃあ韓国によくある名前のキムさんは、中国でもキムさんじゃないの？中国だとジンっていう発音になるんだよ。ほら、習近平もジー・ジンピンだしね。へえ、知らなかった。てっきり中国でもキムさんかと思ってたよ。そうなんだ。ところでなんで韓国は怒ってるんだっけ？起源の話だよ。中国から伝わったと中国側が勝手に言い出したから怒ってるんだよ。あれ？韓国のあの赤いキムチは結構最近なんだよね。うん。それと韓国政府によると、塩辛を入れることが重要な特徴の一つなんだって。え？そうなの？それって必ず入ってるっけ？日本で売っているものは入ってないのもあるかもね。ほら、安い商品だとコストかかるから。あ、そういうことね。そういえば私全然キムチ買わないな。一人だと意外と買わないね。キムチ鍋とかしないの？しないね。一人でお鍋って寂しくない？いや、寂しいとかじゃなくて、余り物を適当に煮込んで鍋風にしたりしない？あ、それはやるけど、わざわざキムチは買わないな。ゆるりんは？何回か買ったことある。使い切れる量だけね。あの小さいパックのとか高くつかない？うん。でも余ったの冷蔵庫入れとくと臭くなるから。だよね。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。最寄りの駅から家に帰るまでにコンビニって結構あるよね。私のところは3つ以上はあるかな。うちはね、通り道にもよるけど、あれ、1つか2つだ。あ、3つのルートもあるけど。ここ数年はコンビニの店員もなかなかいいよね。そう、私あんまり行かないからよくわからないけど。いや、5年くらい前は感じ悪い店員も多かったように思うよ。私の周りのコンビニだけだったのかもしれないけど。そうなんじゃない。っていうか本当によくわからないんだよね。そんな中でね、すごく印象に残っているコンビニがあるの。3F ってコンビニでね、店員さんがみんなギャルなの。渋谷のセンター街をうろうろしていそうな感じの色黒で金髪の、まさにギャル。そんなのまだいるの？たまに渋谷行くけどそんな人見ないよ。あ、もういない？でもとにかくそんなギャルばかりなんだよ。しかも店長っぽい女の人がいてね、それが一番のギャル。店長もなんだ。そんな店あるの？あるんだよ。だからその 3F に入るとね、ギャル店員が2、3人いてギョッとするんだよね。でもいつも、いらっしゃいませ、こんにちは、って大きな声で挨拶するんだよね。
お客さんが入ってくるとそれに気づいたギャル店員がまずは挨拶するのね。その後必ず他のギャル店員も同じように明るい感じで挨拶するんだよね。それがなかなか感じよくてね。なぜかそこに行っちゃうの。おっと、意外と教育ができているわけね。そうそう。ファミマやローソンも近くにあったんだけど、そういうところはもうそーっと黙って黙々と働いている店員ばかりだったよ。へえ、そういえばコンビニにはそうやって声かけられるイメージあんまりないな。挨拶ってすごいよね。元気に挨拶してくれるってだけでそのお店にしちゃうもん。今はもうその町からは引っ越ししちゃったけど、今もあるのかな？あの 3F。お店って店長の力一つでカラーが変わるよね。私は昔地元に住んでた時、隣のローソンが最高にきちんとしてたよ。だからローソンは全部きちんとしてると思い込んでたんだけど、もう一つ隣のローソンは愕然とするほどひどかった。そうなんだ。私他の 3F って行ったことないけどね。もうあんまりないよね。